そう、日本にいるとすごく大変だなって思うようになった。ゆみちゃん今サングラスしてるよね。うん。どうして？いや、私40歳に見えないねってコメントお願いしますこんにちは。今日は日本語の会話を聞きましょう。友達のゆみちゃんです。こんにちは。こんにちは。ゆみちゃんはね、東京に生まれて東京で育った30代の女性。そうです。はい。簡単に自己紹介お願い。はい。私は東京で高校生まで育ちました。大学はアメリカの学校に行ってビジネスを学んで、また日本に帰ってきて、今東京で働いています。あ、そっか。うん。大学でアメリカ行ったのか。そう。アメリカの大学で勉強しました。じゃあ4年間アメリカ。うん、4年間と、あとインターンシップとかもやったので。そっか。うん。いや、会社でも働いた。そう。アメリカの会社でも働きました。働き始めたのはだからアメリカがスタートです。そっか。うん。でも今は日本。そう。もう帰ってきてから15年以上経ちました。あ、もう15年。はい。もうアメリカが恋しいですけど、経ちました。そっか。経った。じゃあ日本のことを何でも聞けますね。今日はね。はい。東京のことだったら私に全部聞いてください。そうだよね。何でも東京出身だもんね。そう。私は東京の下町って東の方なんですけど、もう東京駅よりも東側で、千葉の方に近いところ出身で、お父さんが新潟出身で、お母さんが福島出身だから、そう、地方出身の親です。そっか。うん。でも方言はないね。そうだね。だから親もほとんど方言がなくて標準語で喋ってたから、あんまりないと思うけど、なんか東京の下町は江戸弁とか、それもまたあるみたいだけど、私は全然話せない。江戸弁ってどんな感じ？わかんない。てやんでみたいな。ああ。その周りの友達のお母さんとかおばあちゃんとかはちょっとそういうのが出る人はいる。へえ。てやんでまでいかないけど。ちょっとなんて言うんだろうね。元気。そうだね。みんな元気。あんまりこうルールを守りすぎない？そうだね。自由な感じはある。だよね。下町はそうだよね。もともと工場とかものづくりが多い町だから下町は、みんな元気だね。そっか。じゃあゆみちゃんの性格もその元気な感じ？ってよく言われる。そうだよね。元気だよね。よく話すよね。よく話します。家族もおしゃべりだから。あ、みんな？そうなんだ。みんなすごいおしゃべり。すごいもう賑やか。いいね。3人家族？3人兄弟で、お兄ちゃん。3人兄弟。そう。お兄ちゃんもお姉ちゃんいて、私は一番下。あ、一番下なんだ。親戚もすごい多いみたい。私、大人になってから知ったけど、いとこが15人くらいいる。そんなにいるの？そう。普通だと思ってたんだけど、なんか周り知ったら多い方だなって思った。いや、それは多いよ。いとこ多分僕は5、6人かな。そんなに少ないの？少ない。あ、そっか。多いね、そしたら。多い。大家族かもしれない。それは珍しいよね、日本で。現代では多い方じゃない？だよね。待って、ゆみちゃん今サングラスしてるよね。どうして？いや、私会社員なのでちょっと隠すために。会社員。サングラスをかけてます。そっか、会社員は顔を出せないんだ。出してもいいんだけどね。一応。
怒られるわけじゃないけど。うん。やっぱり日本だとちょっと何か言われる？なんかね、言われるわけじゃないんだけど、うん。日本語で言う空気を読むっていうのがすごい大事で、出た。ちょっとあんまり目立ちすぎない方がいいかなとか。そっか。念のため。私、アメリカに住んでたから、どっちかっていうと、こう、すごく何でも言葉で表現するし、会社でも少し目立つ存在ではあるかもしれないんだけど、すごくラッキーで、それでもいいよっていう会社だったけど、そうじゃないところも多分結構多いと思う。そうだよね。派手な髪型はダメだよとか、今もある。仕事によるよね。銀行とか公務員とか、銀行員とか公務員とかだと難しいとは思うけどね。確かにね。そう、ネイルも派手なのはダメだっていうお仕事も結構、ネイリストさんが、に言われるよね。それは。大丈夫ですかって。あ、そうなんだ。そあ、お店に行ったら最初に聞かれるんだ。これは大丈夫ですかって。そう。それは全然知らなかった。そうなんです。それ日本だね。それは日本だね。へえ。そっかそっか。ゆみちゃん、お休みの日は何してる？お休みの日は土曜日とか日曜日、祝日が多いんだけど、私は毎週テニススクールに行って汗を流してます。いいね。運動してるんだ。そう、美容のためにね。あ、美容のためなんだ。そう、若く肌を保つのが大事なんで。はい。肌もう赤ちゃんみたいだもんね。ありがとう。頑張ってるんで。そっか。はい。そこで友達はできた？結構みんな明るい人で、いろんな、もう、年はもうおばあちゃんから、本当高校生くらいまでいるんだけど、一緒にそのテニススクールの後にまたコートを借りてテニスしたり、お酒飲みに行ったりとか、いいね、そういうこともあるし、だから全然自分と仕事とか関係ない人とお話できるのはいいかも。それはいいね。会社だけだと友達とか知り合いが増えないよね。そう。なんかやっぱ学校を卒業してからなかなか東京にいるとパーティーとかないから、ハウスパーティーとかね、アメリカみたいにそういうのがないから、あんまり友達を作る機会がなくて。そうだよね。そう。だから減ってくよね。特に日本の女性は結婚すると家に入るって感じで。家に入るってどういう意味？もうお家でそのソーシャルライフがなくなるというか、やっぱり仲いいかった子でもなかなか会えなくなる。そうか、そうだよね。1年に1回とかなっちゃう。1年に1回？そう。やっぱり家にいて家族を待ってなきゃいけない？そう。ご飯作って、お休みの日もお出かけするのは旦那さんに聞かなきゃいけないみたいな。そういう子が多い。全員ではないけど。そっか。そう。それはアメリカとは違う。そうだね。よね。アメリカとは違う。アメリカの友達は東京に奥さんと2人で遊びに来てくれる子も結構いるけど、日本はもう子供が大きくなって20歳とかくらいにならないとそういうことはない。そうだよね。確かに男の友達も僕も誘えない。あ、そうなの？男性でもそうなんだ。やっぱり独身の時より誘いにくくなった。子供ができるとやっぱり、そうもう子供ができたらもう誘えない。本当に。そうなんだ。男性は結構飲みに行ったりしてるのかなと思ったけど気使うんだね。やっぱりね。じゃあテニスをやって、他には何してる？あと今
最近シェアハウスに引っ越して、そうだからルームメイトがとかハウスメイト同じ建物に住んでる人がたくさんいるから、その人たちとボードゲームやったりとか、いいね。なんかいろいろまあ本当に一緒にネットフリックス見たりとか、うん。この前やってた WBC とかも一緒に見るとか、そういうのが増えたね。いいね。うん、それはいい。本当に。増えてるからね、日本もシェアハウスが。そうだよね。うん。僕も前住んでたもん、シェアハウス。ね、住んでたようね。ん。やっぱり友達がたくさんできるのがいいよね。うん、すごくいい。あと、なんかみんな共同生活に慣れてるというか、ちゃんと、ルールは守って、なんか暮らしてるから、うん。うん。あと、外国の人もいるよ。インドからの人とか、アメリカからの人も住んでる。あ、いいね。そう。じゃあその人たちは日本語も話す？日本語も話す人もいるし、ちょっと勉強中の人もいます。うん。だから、英語と日本語で、私は英語が話せるから助けてあげたりとかは。うん。だから、英語話せるのはすごくいい。そうだよね。機会があんまりないから。うん。なんか、シェアハウスでいろんなことがあるよね。そうね。僕の友達は腰を骨折した。なんで？僕の友達はね、とっても明るくて、楽しい人なの。である日、こう電話がかかってきて、同じシェアハウス、助けてって。どうしたのって言ったら、階段にいるって言われて。って言って、もう階段でこう、もう座って痛い痛い痛いってずっと言ってるの。なんか、それで腰を骨折してたんだけど、ジャンプして、階段を10段ジャンプしてみようって思ったんだって。一人で。で、それで失敗して、腰を。日本の小学生はそういうことよくあるけどね。そう。だから小学生みたいなんだけど。そう。だけどその時もね、人がいるから助けられた。そう、本当に助けてくれる。そうだね。この前私、財布落としたの。あら。で、落ち込んでたんだけど、周りの人が、なんか警察に行ったらいいんじゃないとかいろいろ冷静にアドバイスしてくれて、よかったなと思って。一人だともう何もしなかったかもしれない。そう。で、日本はとっても平和だなって思ったのが、その財布が全部戻ってきました。すごい。中身はどうだった？中身も全部。すごいね。クレジットカードからもう1円のお金まで全部戻ってきて、で、警察の人から財布が落ちて、誰か届けてくれたんですよって連絡くれて、警察に行って、で、その人に感謝の気持ちを伝えたいんですけどって言ったら、もう大丈夫ですって、必要ないですって、言われてますって。そうなんだ。そう。なんか日本でさ、よく聞く話があるよね。財布を落として、その見つかったらお礼をもらえる。そう。いくらかあげられる、なんかもらえるみたいなのがあるんだけど、その人はそれもいりませんって。そう。だから私も小さい時からそういう風に学校でなんか教わった気がするの。そうなんだ。交番の人が教えに来てくれて、ちゃんと届けましょうみたいな教えてもらって、小学生の時に財布拾って、で、なんかそれでなんかそういうのもあるから届けた記憶がある。結局その時はその人現金を何も持ってなかったから、そっか。俺はなかったけど、でもありがとうございますって言ってもらえて、すごくいい気持ちだったから、何か困ったら、何か落ちてたら交番に日本に行ったら持ってってください。ぜひぜひ。本当にクレジットカードも念のため止めたけど、全て戻ってきたので大丈夫だった。大丈夫でした。すごく
安全な国だ。あったかい気持ちになりました。そうだね。一回落ち込んだけど戻ってきて最高だなと思って。そうだよね、よかった。なんかこの前、雪の日に道歩いてたのよ。そしたらなんか傘も差してない外国の人がいて、なんか地図を持って、なんかすごくなんかもう疲れた顔でねいて、と思ったら話しかけられて、ここはどこだってそう英語だったんだけど、英語で、でなんかアパートの地図だったんだよ。だからなんかここは自分の家なのかなと思って、でここだよって教えてあげたんだよね。でも分かんないって言われたから、ちょっと一緒に行こうって言ってちょっと行ったの。でなんかでもそこに家に入らないんだよね。なんで？なんだと思ったら、なんか昨日の夜財布と携帯と全部盗まれた。どこで？渋谷のバー。そうなんだ。入れないってこと？家に。でそのスマートフォン盗まれたから、そのFind My iPhone あるじゃん。あるね。その地図の場所がその場所なの。盗んだ人がそこにいるってこと？そう、危なって言ったけどね、その入れないし、でもなんかもうそれ本当にもう終わりだ、もう人生終わりだ。昨日来てね、明日から日本で働くのに、もう会社にも連絡もできないって言って。そうだね。でもなんかもう本当に落ち込んでいた。でもだから警察に一応一緒に行って、そう助けてもらった。そうなんか警察に行かないと、で書類作らないと戻ってこないなんかカードとかもあるみたい。そうなんだ。マイナンバーカードとかかな。なんか再発行するのとかに。なくしましたって言わないと。そう結局全部私は戻ってきたんだけどね。そっか。そうよかった。いやそういうこともあるんだね。取られちゃうこともね。そんなことあるんだ。気をつけないとね。そう危ないことも日本ではあります。ありますね。じゃあ最近はなんかいいことはあった？最近サウナが好きなの。友達と一緒によくサウナとか温泉とかに行く友達がいて、その子と行ったのが楽しかったです。いいね。そっか、シェアハウスだとすぐ一緒に行けるね。そうあとね、やっぱり独身の友達が独身の子が多いからさ。確かに。みんな30代、私も間もなく40歳になるんですけど、はい。40歳に見えないねってコメントお願いしますお願いしますで、だからやっぱり周りも30代後半の友達が多いかな。だからそういう友達はすぐ遊びに行ける。それいいね。確かに友達が減ってきてるからなおさらなんか深くなりますよね。わかる。あとね、でも本当私の友達はその妊活とかやっぱり妊活って妊娠の活動？妊娠できるように病院に行ったり、ちょっと難しい言葉だけど卵子をね、凍結させてっていうので、とか、そういう人も結構今は日本でも話題です。そうだね。そういうの多い。30代の女性の友達が集まると。そっか。子供を作りたいんだ。まだ予定してないけどっていう人もいるし、すごく欲しい。もう30代後半とか40代手前とかでやっぱり欲しいっていうので、そういう国からの補助も出るしね。お金もらえる。そうだから前は多分全部自分で払わなきゃいけなくてすごい高かったけど、そういうのも増えてるから、
でも私はあんまり子供には興味がない。あ、そうなんだ。子供を産みたいってあんまり若い時からあんまり願望がなかったから、まあ、みんなは欲しい人は応援してるって感じ。そっかそっか。私は税金で国を支えます。ありがとうございます。そんなに払ってるわけじゃないけど。いやいや助かりますね。そっか。でもそういうさ妊活、いくらぐらいかかるの？わかんない。どうだろう。その回数が決まってて、日本はなんかその保険の中でやるのは回数が決まってるらしい。でもやっぱりね、お金がある人とかもっとチャレンジしたい人は何度もやってとか。でもなんか男性の協力が得られないことが多いらしいよ。そうなんだ。やっぱり昔は子供ができないっていうのは女性の体の問題だって日本でも思われたんだけど、やっぱりそれが、ね、それがやっぱり根強い。まだそうなんだ。あと男性がやっぱりなんか、そういう気持ちになれないらしい。なんかそういう病院に行ったりとかそういうのが苦痛っていうか。で、女性が一人で頑張ってるのが辛くなるみたいな感じで仲悪くなるみたいな。そういうことがあるんだ。なるほどな。そうだから私は家族がほら親戚が多いから、子供が作るのが大変なんだなってそれで知るよね。そうだね。そう子供産んだ後も大変だしね。そうだよね。そう日本にいるとすごく大変だなって思うようになった。どうして？わからないけどアメリカにいた時はアメリカで働いてた時は私もいつか仕事も家庭もどっちもって思ってたけど日本に帰ってきてからどっちかを選ばなきゃいけないんだなっていう気持ちになった。なるほど。それはねなんか違う国に住んだから感じるものだなとは思う。そうなんだ。それは日本に住んだからそう思ったんだ。日本に戻ってきて何年か働いてどっちか私は選ばないとどっちも得られないって感じた。そっかそっか。なぜかはなんか明確には分かんないけどやっぱテレビとか、メディアでやっぱり家庭とかが大変、仕事と両立するの大変っていうのをたくさん言ってるっていうのがあるかもしれない。あと、完璧なお母さんにならなきゃいけない。そういうっていう、イメージはあるよね。だから私はもし子供ができたら毎日ご飯を作ってあげたいとかしなさいって言われるわけじゃないんだけどなんかやってあげたいってそうじゃないといいお母さんじゃないと子供がかわいそうみたいに思っちゃう。わかる。そう確かにそう思う気持ちがあるね。男性でもある。やっぱなんかちゃんとした親にならないといけない。そういうのはある。だからそのプレッシャーを勝手に感じてる。そう言われたわけじゃないのに勝手に感じて勝手に背負ってるとは思うけど。そうだね。だからやっぱり結婚のこともすごく重く考える。そうなんだね。本当に僕なんかに結婚できるんだろうか、僕に子供を育てられるんだろうか、あの人のように。そういいモデルがたくさんあるからやっぱり私の親も毎日ご飯を作ってくれて毎日6年間ぐらいお弁当を毎朝作ってくれたしだからお母さんに感謝するとともに私もそういう風にしてあげなきゃいけないって思う。プレッシャーというか。そう思うよね。そうだけど時代が少し違うよね。親の時代は日本もお金もあったよね。
それがあると思います。だから僕たちは少しいい生活をできたよね。そう。だけど今自分で同じことをするって考えると結構難しい。その話をしてる友達が多い。例えば習い事を私たちがやってた私はピアノとか水泳とか塾とか、たくさんやってたけど、それを自分の子供にできるかっていうと、やっぱあの時は安かったりしたし、物が。そうだね。あとバブルだったし。バブルがありましたね。だからなんか違うっていう部分もあるかも。そうだね。それは本当にリアルな気持ちだよね。この前もなんかゆうみちゃん結婚しないのとか子供産まないのってよく言われるの。なんで彼氏いないのとかね。で、私も知りたいって思うけど、なんで彼氏できないんだろうとか、なんかそういうのをなんでだろうって考えるのがよくやる。一人だからね。よくやるんだよね。時間があるからね。時間があるからね。よくやります。わかる。時間あるよね。だから本当に、だからなんでこの友達は私にこういうこと言ったんだろうとかも考える。考えすぎないでも良くないとは思うけど。まあね。でもそのことについて考えたじゃん。なんか答えは出た？結婚のこと？でもさっきのことでやっぱり責任とかプレッシャーを考えすぎというか、だからもしかしたらもっと若い時に勢いで結婚とかしたらよかったのかなとも思う。わかる。本当に思う。でもいつも行き着くのが、でも今のこういう失敗とかいろんなことを重ねて今がベストじゃんとはもう思う。なんかやっぱり後悔したくなかったし、お仕事でやっぱりやりたいことができたっていうのは、やっぱり結婚して子供ができて諦めるみたいになってなくてよかったなとは思う。そう、それ前ちょっと考えたのが、もし子供ができちゃっててって考えて、この子のせいで私はこれができなかったみたいになるのはすごい嫌だなって思ってた。そうだね。だからまあ必要な選択だったよね。そう、必要な選択だったなと思うから、私はあんまり今までのことはあんまり後悔してないです。それはいいね。他に何休みしてる？私は美術館に行くのが好きなんだけど、そう東京にはたくさん美術館があって、で美術館の食べ物屋さん、カフェとかレストランも大好きです。そうなんだ。すごくそれはみんなチェックしてもらいたいなと思ったんだけど、日本はほら食べ物がみんな好きな人が多いと思うんだけど、美術館とかもこだわったケーキとか、そういうのとか雰囲気がとっても素敵なところが多くて、あと営業時間は短いの。美術館のやってるなんか5時までとか4時までなんだけど、そうこだわった食べ物を出してるところが多かったりとか、あと東京じゃないんだけど三浦海岸の近くにあるなんだっけ、なんかね神奈川県立の美術館は本当に素敵。そうなんだ。おすすめです。何がいいの？景色がいい。海の目の前で、そう食べ物も美味しいし、ちょっと名前チェックちょっと今忘れちゃったんだけど、そう素敵です。いいな。東京の美術館でおすすめはある？調べてもいいですか？おすすめなのはアーティゾン美術館っていうところがおすすめで、東京駅から歩いて5分。近いね。新しいのよ。このご飯が美味しいです。こうだろ。あと上野はたくさん美術館がある。あるね。
上野は公園もあるしさ。そうそう、桜の季節もね、いいです。私は下町出身なので、上野はもうお花見は行きますね。あ、そっか。下町の人は上野で見る？上野でも見るけど、錦糸町もいいですよ。錦糸町？錦糸町とか、やっぱり住宅地とかに桜の公園がたくさんあるから、東京は。うん。やっぱり小さい時からお花見は結構大切かも。東京。あ、そうなんだ。東京って桜多いんでしょ？あ、そう。で聞いたことある気がする。まあいっぱいあるよね。武道館のとことか、はいはいはい。皇居の周りとか、そう、上野も座って見れるんだけど、なんかみんな朝から場所取りしてるよね。そうだね。あそこまではやんないんだけど、うちは。錦糸町とか、そういうとことか、水元公園とか知ってる？へえ、知らない。もう本当に大きな公園が東京意外とあって、新宿御苑も東じゃないですけど、あそこはご飯が食べれる。レジャーシート引いて、観光客の人も今多いけど、桜がとっても綺麗。そうだね。そっか。東京出身の人と、東京じゃない人の違いってある？なんだろう。東京の人だからって、同郷って感じじゃないってわかる？なんか愛知出身だったら僕も愛知ですみたいな仲良くなるのあるんだけど、東京の人は群れない。そっか。別に東京の出身の人に会っても喜ばないから。そうだよね。そうだよね。そう。チーム感ないね。そっか。面白いね。それはちょっと東京だけかもしれないです。そうだよね。いろんな場所に住んでるよね。そうかもね。どこがおすすめ？東京で？東京でおすすめは、でも、祐天寺っていうところはすごくいいです。渋谷に近いところ。東急東横線。そう。すごく私は好きですね。何がいい？祐天寺。まあ渋谷とか都会に歩いて行ける近いっていうのと、あと、歩いてる人がおしゃれだね。おしゃれだね。あと静か。とっても安全。夜歩いてても安全だなっていう感じが好きかな。いいよね。そう、東京って静かだよね。まあそうだろうね。ニューヨークに比べたら。ニューヨークはやっぱりさ、地下鉄の音も大きいし、あとサイレンもすごく大きい。日本の10倍ぐらい大きい。そうなんだ。あと、道で音楽を聴いてる人とかも、スピーカーでね、出すじゃん。そのイメージがある。だから逆になんか、まあ、アメリカだとね、どこでもカラオケみたいに歌ったりとか、好きに音楽かけたりできるのはいいとこだと思うけど。そうだよね。そう。それは羨ましいと思うけど、私はやっぱ夜はしっかり寝たいので。そうだね。そう。それはそうだね。そこは違うかもね。ひみちゃん、あれだよね。なんか、ポッドキャストやりたいんだよね。ポッドキャストやりたいね。どんなポッドキャストやりたいの？どんなのがいいかなって考えてます。もう。どうですかって。確かに。聞いてみよう。私のどんな話が聞きたいですかとか言って。ぜひ書いてください。はい。そう、なんか、やっぱり人と話すことで頭が整理されるなっては思うからやりたいなとは思うけど、どんなことから始めましょう？何でもいいと思うよ。何でもいいよね。そういう何でもいいっていうのいいね。私の今日の一日とか。いいね。じゃあゆうみチャンネルだ。ゆうみチャンネルで。はい。じゃあ作ったら教えてね。はい。いいね。じゃあ今日はありがとう。ありがとう。楽しかった。楽しかった。
お知らせはない？お知らせは残念ながらまだないです。ないですか？はい。ちょっと次に期待してください。はい。また戻ってくるの。またぜひ。はい。はい。ぜひ。ぜひ。お願いします。お願いします。じゃあ今日はありがとうございました。さよなら。さよなら。